と休憩しようか。みんなお疲れ様。あ、休憩に入るなら少し教室の隅を借りてもいいですか？もちろん、いいよ。あれ、それってスケッチブック？はい、少し絵の練習をしたくて。なんでまた急に？今度校外学習で職場体験をすることになって、幼稚園の子に絵を教えることになったんだ。ほなちゃん、絵の練習すっごく頑張ってるよね。休み時間にも教室で描いてるみたいだったし。ああ、見られてたんだ。ちょっと恥ずかしいな。恥ずかしがることないでしょ。教えられるようにって一生懸命やってるんだから。そういえば絵を習ったって言ってたけど、どうだった？動物描けそう？一応これくらいには。おお、すごいほなちゃん。猫にクマにキツネに上手だね。うん、ちゃんと特徴を抑えられてる。ほなみ、頑張ったね。ありがとう、みんな。さすがほなみだね。でも、ここでいいの？もし集中したいなら、他の教室もあるわよ。ありがとうございます。でも、できればみんながいるところで描きたいんです。そうなの？静かな方が集中できると思うけど。絵が上手い人に教えてもらったんです。いろんな人に見てもらうことも練習になるって。それに、その人に教えてもらったおかげで、自分の絵に自信がついたんです。だから、前よりも恥ずかしくなくて。よかったね。あ、そうだ。せっかくだし、みんなでお絵描きしない？みんなで？好きなものを一つ描いて、見せ合いっこするの。好きなものを一つ。面白そうだね。やってみようか。おねまたず。お絵描きなんて子供っぽいこと。あら。絵に大人も子供も関係ないわよ。まあ、そりゃそうだけど。じゃ、決定だね。よーし、みんなで描いてみよう。みんなで絵を描けるなんて嬉しいな。いつもなら一人だけ描けなくて苦しかったけど、今はえなさんのおかげで大丈夫。お題は好きなものだったよね。それなら私は芝生を描こわ、カイトの描いてるアリス、本物みたい。そうかな。ルカさんの描いてる小鳥もすっごい上手。教科書とかに載ってそう。ミクの桜も綺麗だね。私も参考にしようかな。メイコさんの絵はかっこいいよね。ドラムの縁が光ってるところとか。う。犬だからえなさんが教えてくれた通りに顔は丸くして、耳は楕円にして垂れ下がってる感じに。芝生は柴犬だから耳は垂れ下がってない。じゃあ耳は三角にしないと。あれ？耳を三角にしたら猫みたいになっちゃった。どうしよう。芝生の耳はもっと丸いけど。
丸くしたらクマになっちゃうし。自分で想像して描くとどうしても変な形になっちゃう。大丈夫かほなみ。レン君。何か困ってることでもあるのか？なんでもない。レン君は何描いてるの？俺か？俺は自分のギターにした。上手だね。すごくよく描けてるよ。あ、ほんとだ。かっこいいね。あれ？でも、ちょっと変だよ。レンのギターの先、こんなにとんがってないよね。まあ、実際はそうだけど。こう書きたかったんだからいいだろう。絶対に見たまま書く必要もないんだし。俺は、ギターのかっこいい音が好きなんだよ。だから、ちょっと先を尖らせた方が、かっこいい音の感じが表現できるなって思ったんだ。そういう描き方をしてもいいんだ。まあ絵には詳しくないし、カイトみたいにうまくは描けないけどさ。こういうのは描きたいのに描けばいいって。それが一番いい絵になるって思うしな。確かに。こっちの方がすっごくレンっぽいかも。だろ？さすがに話がわかるな。描きたいように描けばいい。でも、それだと私はみんなに何を描いたのか分かってもらえないし。ほなみ、どう？描けた？ちょっと待ってね。犬っぽくするなら耳は楕円にしなきゃだけど、どうしたらいいのかな。えなちゃん、今日はずいぶん悩んでるみたいだけど、どうしたの？なんとなくだけど、絵にもちょっと集中できてなかったみたいだったし。ああ、バレちゃってたか。ちょっとね。前の日曜、知り合いに絵を教えたんだけど、あの教え方で本当に良かったのかなって、わからなくなっちゃってさ。それって、教えたけど上達しなかったってこと？上達はしたんだけど、実は、そっか。えなちゃんは、その子の絵の良さを消しちゃったんじゃないかって思ったんだね。もしかしたら、私が教えない方が良かったのかな、なんて。そんなことないと思うよ。えなちゃんは、その子が絵を嫌いにならないようにって考えて教えてあげたんでしょ？苦しい時にえなちゃんがそうやって手を差し伸べてくれたことは、きっとその子にとってもいいことだったんじゃないかな。双葉、ありがとう。そんな、お礼を言われるようなことじゃないよ。でも、話を聞いてて、ちょっと昔のことを思い出しちゃったな。昔のことって？私ね、絵が上手くなりたくて、いろんな人の絵を真似してた時期があったんだ。好きな画家さんとか、同じ教室の子の絵とか、いいなって思った絵をひたすら真似てね。そしたら、なんとなく上手くなった気がしたんだけど、なんだかだんだん描く気力が落ちていって、そんな時、雪平先生が言ってくれたの。あなたの描きたい絵はこういうものでしたかっ
れで自分の描きたいものってなんだろうってもう一度見つめ直して今の描き方に変えていったんだ。そうだったんだ。うん。前も話したけど、えなちゃんの絵も真似したんだよ。えなちゃんみたいな雰囲気、私も出したいなって思ってたから。でも同じような雰囲気は出せなくて。やっぱりその人の絵は、その人にしか描けないんだなって思った。私の絵は、私にしか。やっぱり、そうだよね。私の絵が、私にしか描けないなら、あの絵は、ほなみちゃんだから描けた絵なんだ。なら、私は、